こんにちは、イラストレーターのネグです。今回はこちらのイラストの制作過程を皆さんと一緒に見ながら解説を行っていこうと思います。それではよろしくお願いいたします。こちらのイラストは視聴者様からのコミッションです。炎で燃え盛る屋敷の中でタバコを吸いながら気だるそうに立っている人物の描写というのが本依頼の内容でした。この情報からある程度方向性を練ることができます。まずは炎自体をメインの光源にするということです。炎の印象をより強めるために室内に他の光源はあまり作りたくありません。そしてその炎が人物を静かに照らしている、そのような場面を想像することができました。なので、迫力よりも静けさを重視して真横から見た構図を作ります。そして少しだけ人物を見上げるような構図にし、下から炎の光で照らします。そうすることで静けさの中に緊張感を生むことができるかもしれないと書き始めた時点でこのようなことを考えていました。最初に方向性を定めることで効率よく制作を進めることができます。今回はさらに効率を重視して背景は左右対称で描いていきます。顔の描写を始めましたね。この時でも何かしら資料があるといいと思います。私も顔を描くときは基本的に何かを参考にするということがほとんどです。手を抜かずに資料を用意しましょう。話は変わりまして、背景を構成する線についてお話しします。縦と横にまっすぐ伸びていく線がたくさんありますね。このような線は絵に安定感を与えてくれます。つまり静かなイラストの制作に向いているということです。では、逆に迫力を出したいときは、どのように構成を練ればいいでしょうか。逆のことをすればいいんです。安定感のある線よりもいろんな方向に伸びる線を増やすと動きのある絵が出来上がります。鋭い画角の絵に迫力を感じるのはそういう理由だと思います。ここからは色を塗っていきます。先ほどお話ししたように炎を主光源とするということを意識しましょう。まずはソフトブラシを使って適当に色を置いていきます。先に影を作った後に覆い焼きレイヤーなどを使って光を加えていきます。なおこのように光の当たる面を作るときは筆圧で太さが変わるタイプの筆を使うことが多いです。なぜなら面白いシルエットができやすくなるからです。新たに光を付け加えました。これは人物の後ろから来る逆光です。このような描写をするときも参考資料を見てみましょう。より人物を目立たせることができるのではないかと考えて挑戦してみましたが、あまり納得はいきませんでした。このあたりは背景描写ですね。このイラストのように全体が暗い場合、何が描写されているか分かりづらいということが多いです。そういう時には物体の後ろに空気や光の層を描いてあげることでシルエットを強調できます。非現実的な空気遠近法ではありますが、イラスト的には有効な手段です。人物イラストにも応用できて、部位ごとの強弱や遠近感を作れます。ここまでは全体的に炎の色だけで塗ってきました。絵全体の色範囲を拡大するために、人物の衣服に固有色をのせます。ハードライトレイヤーなどを使って緑色を作りましょう。しかし同じような状況でも周りの環境によってどれだけ固有色が現れるかっていうのが異なってきます。レイヤーの不透明度を調整して適切な濃さの緑を見つけましょう。このあたりで一度グラデーションマップを使用しました。イラストに新しい色と雰囲気をもたらしてくれます。炎以外の背景が少し青みがかった色になりましたね。より炎が際立つようになったと思います。また、グラデーションマップは白黒で明暗を作った後に使用することで一気に雰囲気を作ることもできます。詳しくはこちらの動画をご参照ください。そしてディティールを描き進めていきます。背景よりも人物のディティールを優先して手をつけます。
後から炎の光で全体的に背景を覆うので、どちらにせよ背景のディティールはそんなに目立ちません。優先順位をつけて目立つものの描写に時間をかけると、より効率的に絵を描けるでしょう。そしてここからはこのイラストの肝である写真素材の使用です。炎の写真素材を大焼きレイヤーで使用しています。同じ写真を何度か使ってもうまく写真を変形させれば違和感なく使えます。写真素材の使い方については以前の動画で熱く語っています。参考になれば幸いです。炎をどのように変形させるべきかは構図を作るセンスが問われます。左右に炎を配置しましたが、右の炎の方が大きいのには理由があります。理由その1、画面左側には人物の衣服や髪の毛が目立つのに対して右側には余白があるからです。理由その2、大小のリズムをつけることで炎の動きを感じられるからです。自分なりに理論を持っておくことで制作中に迷う回数を減らせると思います。背景のディティールについてです。このイラストでの主光源は炎のみです。窓からの光が光源になるということもありません。なので、柱などを描く際は光が当たっている面を描くだけでも違和感なく表現できます。影の部分は特に描写はしてませんが、しっかり柱の形を認識できます。こういう場合は、光のシルエットが面白くなるような柱の形にしたいですね。カーテンを描いてますが、これは画面上部が寂しかったからですね。カーテンのような風になびく物体はシルエットのパワーが強く、イラストの余白を埋める際に役立ちます。私は他のイラストでもこれをよく使います。カーテン同様、煙や髪の毛もシルエットを整えてあげると、画面の完成度が一気に上がります。このような自由度の高いシルエットの物体を描く際は、画面全体を見て余白を意識できるとかっこよく描けるかもしれません。こちらのイラストのサメの尻尾を描く際も余白や線の流れを意識して描きました。ここで人物の後ろにソフトブラシを使って光の層を作ります。コントラストが生まれて人物のシルエットが非常に際立ちました。いいことはそれだけではなく、背景のディティールの少なさというのが目立たなくなりました。このような観点から空気遠近法は背景描写のための必需品だと思います。最後に髪の毛に炎を乗せました。これは最初からあったアイデアではありません。写真素材の使用は試行錯誤が重要で、たまたま試してみたことがいい結果になるということがよくあります。仕上げにグラデーションマップやオーバーレイなどで色調調整をして完成となります。最初に構成を練ったり写真素材を使うことでイラストを効率よく作ることができます。またこの作品の制作はすべて配信上で行いました。ぜひご覧ください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。